どうも皆さん、カイトです。2D ドット忍者アクション、忍びのんグラータをご存知でしょうか？こちらは2023年5月25日に Steam、2023年8月17日に Nintendo Switch、PS4、Xbox でリリースされたゲームになります。提供してくれたフライハイワークス様、ありがとうございます。早速ラスボスまでクリアしたんですけど、オールドスクールに楽しめるレトロアクションでしたね。忍者のありとあらゆる武器を使いこなしながら激しいボスたちの熱い攻防、どことなく懐かしさを感じる BGM からレトロ調に全振りしたグラフィックはすごく面白かったです。今回は忍びのんグラータというおすすめ作品のジャンル、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですけど、ウーマ人の末裔から始まる 2D ドット忍者アクションです。カイナを操作して幕府の転覆を企む如月玄馬率いるおぼろ一党に立ち向かうのが目的。このゲームはオールドスクールなシンプルな横スクロールアクションで、場面を切り替えながらステージを攻略していきます。全5章で構成されているため遊びやすさもありますね。戦闘では刀切りを中心に魂ゲージを使った6つのサブウェポンを駆使して敵を一掃していきます。手裏剣はダメージ量は少ないんですけど、連射が可能で雑魚敵一掃。鎖鎌は周囲の敵弾も破壊できる回転攻撃。大筒は前方の敵に強力なダメージを与えるチート武器で、爆雷は付着式爆弾、エレキテルはホーミングレーザーで、結界は画面内の敵弾を全て破壊します。時折木箱を壊すと色付き巻物を手に入れ、忍術を一定時間使用可能です。雑魚敵を爽快に投げ払う快感もあります。ゲーム内にレベルアップや永続バフは存在しないんで、最初から装備してるサブウェポンを駆使して進めます。これが体力ゲージで、これが魂ゲージ、これがサブウェポンで、これがスコア、これが敵のヒットポイントですね。基本的には雑魚敵の忍者をバッサバッサと切りながら突き進み、中ボスを叩きのめしてメインボスに挑む流れで、バッチバッチにやられながらも何度も挑戦しながらローグライト要素も味わえます。ざっくりと説明するとこんな感じ。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、レトロで表現されるド派手なアクション。ファミコンやスーファミの 2D ドットはもちろん、通常攻撃やサブウェポンの表現力、ボスの登場演出など、プレイヤーを楽しませる工夫が凝縮されていますね。ボスを倒した時の4文字熟語攻めなど、細部にまで楽しさが込められています。こういうのでいいんだよ、こういうので。特にチャプターごとに2人のミニボスと1体のボスが待ち受ける構成はなかなかに厳しい戦い方を求められるものの、いい塩梅なド派手加減でした。2、難しい人には難しい難易度設計。この手の横スクロールアクションが苦手な方には難易度的にはかなりハードかもしれません。個人的にはスイスイは進めましたが、弾幕張りの激しい敵弾の雨からボスによる凄まじい攻撃の嵐など、一気に体力を削られてしまい果てるのは当たり前です。体力はストック方式なんで、いかにダメージを最小限に抑えることが重要であり、回復忍術なんて存在しないので覚悟しましょう。ですが現代版ということもあって、やられてしまっても直前の場面から再プレイできることが比較的プレイヤーフレンドリーだと感じましたね。これがロックマンや魔界村だった場合、初動に戻されてしまうため、ほんまに発狂するぐらい一つもステージクリアができてなかったかもしれない。プレイしやすさを向上させたのは、広くライトなゲーマー層に向けての配慮かなと思います。3、江戸や妖怪好きにはたまらないデザイン。江戸時代や妖怪などの敵がわんさか出現するため、このデザインが好みの方にはワクワク感が広がる忍びのんグラータ。8、ウーマンの木鉢からソドムに見える資料武者、暴走メカの傀儡七式、イカれたナルシストアギトなど、どこかで見たことのあるようなデザインが溢れ返りつつも、逆にこの辺りが魅力であり、忍者アクションを楽しむ上で重要なポイントですね。全てのボスの攻撃が弾幕すぎてデザイン言うてる場合ちゃいましたが、適度なゴリ押しでなんとかクリアできる場面もしばしば。とにかく幼馴染のつむじちゃんが可愛いんで全部よしということでもある。4、
クリア時間は3時間。チャプター最終のラスボスまでのクリア時間は3時間ほどでした。めちゃくちゃプレイングが上手い人であれば3時間は余裕で切れるんじゃないかなと思います。ステージ内の敵配置は同じなんですけど、最初から慣れるまでの序盤から中盤が最も難しいと感じられるんで、中盤以降からは一気に進められるのも良くて、覚えゲーのような感覚なんで、アーケードのような楽しさがありますね。気になる方はぜひプレイしてほしい。以上になります。カイナを操作して地味猛量を撃破する忍びノングラータ。大筒の火力はバグってると思いながらも、後半になればなるほど爆雷強すぎゲームバランス、ボスに詰まってしまった時の絶望感からの意外にもゴリ押しで勝ててしまうライト感。この機会にぜひ記憶喪失の風魔人の末裔になってみませんか。きっとこの敵の攻撃パターン絶対おかしいやんけと思いつつも、ゴリ押し刀切りが最強すぎてやばいってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。